茶々と阿茶。どうする家康に学ぶ日本史。時代を変えた女の戦い。茶々は徳川家康が石田三成との戦いを避けるために側室阿茶の局を大阪城に差し向けたが和睦を拒否する。そのために関ヶ原の合戦で西軍は敗れ、大阪城の西の丸は家康に占拠された。茶々と阿茶のその後を詳しく見ていこう。家康は大阪城の西の丸に陣取って幼い豊臣秀頼を補佐するという名目で関ヶ原の戦いの論功交渉を行った。長宗我部盛親をはじめ西軍に組みした多くの大名たちには所領を没収するなど家康は厳しい裁断を下している。反対に合戦で寝返った小早川秀秋には15万石を増封して備前岡山51万石を与えるなど東軍に組みした武将たちには取り上げた領地を与えた。家康はこの戦後の混乱期に豊臣家の所領を摂津、河内、泉の65万石余りに削減している。これにより豊臣家は加賀前田家よりも少ない一大名の地位に落ちたのである。所領を削減されたことを交渉にあたった片桐勝元から聞いた茶々は気絶戦ばかりに驚き激高したという。茶々は勝元に思わず「そなたは豊臣の家臣かそれとも徳川の家臣か」ときつく問いただしたという。一方の阿茶の局は江戸に帰った家康や本田正信と豊臣家への今後の方策を協議している。1611年慶長16年家康は念願の成人した秀頼とやっと京都の二条城で会見する機会を得る。秀頼は家康の予想に反して長身で凛々しい青年に成長していた。この会見で家康は徳川家の将来のために豊臣家を滅亡させることを決意したと言われている。豊臣家は65万石と所領が激減したが大阪城の蔵にはまだ太閤秀吉が溜め込んだ莫大な金銀が眠っている。家康は豊臣家の資産を浪費させようと戦火で焼失していた京都方広寺の大仏を再興させることを思いつく。交渉役には阿茶の局と本田正信が当たったが大阪方は茶々の乳母大蔵卿の局が担当する。阿茶の局は交渉がスムーズに進むように茶々の妹お初を大阪方の交渉役に加わるよう説得して成功している。お初は浅井三姉妹の次女で大名の京極高次に嫁いでいた。京極高次は関ヶ原の戦いでは東軍について近江大津城に籠城したが西軍に降伏して高野山に登っている。ところが関ヶ原の合戦で家康が勝利すると高次は若狭小浜8万5千石を与えられ出世している。さらにお初は妹で徳川秀忠の正室となっている小郷とも連絡を取り合っていた。お初は豊臣方の
交渉役でありながら家康や秀忠とも通じるというしたたかな女性であった。家康は宝光寺の梵鐘に彫られた銘文を問題にして豊臣家に謀反の兆しありと難癖をつけた。いわゆる宝光寺証明事件である。驚いた茶々は大蔵卿の局を使者として送ったが、家康は阿茶の局を対応させて歓待する。一方の豊臣家の正式な使者片桐勝元に家康は秀頼が大阪城を退去して茶々が人質として江戸に来ることを要求している。家康は女性には女性を対応させて安心させて、男性の使者には脅しをかけ茶々たちを混乱させた。片桐勝元は茶々に切腹させられそうになったため徳川方に寝返っている。1614年慶長19年11月、大阪冬の陣で家康は20万の兵士で大阪城を包囲した。しかし大阪方も大野春長を中心に蔵の金銀で10万近い兵士を大阪城に雇い入れて対抗する。この大阪冬の陣では真田信繁が築いた真田丸に阻まれた徳川勢は講和に持ち込むことがやっとであった。阿茶の局はお初とともに大阪城に入り、この年の12月20日に講和を成立させている。この時の講和条件は大阪城の二の丸三の丸の破壊、織田兎楽と大野春長が人質を出すというものであった。阿茶の局とお初の功績によって和睦はなったが、堀を埋められた丸裸同然となった大阪城は翌年の大阪夏の陣で炎に包まれる。阿茶の局とお初は大阪城の落城前日まで徳川家と豊臣家の和睦のために奔走したが徒労に終わった。戦国時代の最後の戦いともいえる大阪の陣は、妹のお初が成した功績によって姉の茶々が秀頼と共に自害するという皮肉な結末となってしまった。阿茶の局やお初たちの本心は時代を変えて平和な世の中を実現したいという思いだったに違いない。阿茶の局は徳川家康の死後も二代将軍秀忠を支え続け、1637年寛永14年83歳で逝去している。